佐世保市万町。昭和29年創業の老舗の食堂、吉田屋。朝6時30分に開店する吉田屋は、早朝からおいしい朝ごはんが食べられると評判で、老若男女問わず全国にたくさんのファンを持つ。こちらのシンプルな朝食は、だしの効いた味噌汁が主役。人気ナンバーワンの貝汁サバ煮定食には、佐世保らしさがすべて詰まっているようだ。今回の佐世保ドキュメンタリーは、地元の誰もが知る名店の誰も知らない店主の一日に密着。美味しさの裏側にはたくさんのこだわりがあった。午前3時過ぎ、店主吉田さんの仕事は朝の仕入れから始まる。近所にある佐世保朝市には40年間毎朝欠かさず仕入れに来ている。大根1425円、1120円。お疲れ。あと、豆腐4ね。はい、豆腐4と、これね、これが後から持ってきます。これでこの日の仕入れは終了。お店に戻ったらすぐに仕込みが始まります。前日に仕込んでおいたサバの煮付け。結構肉まんまね。あんまり煮込みすぎてもね、辛いこくなるけんね。煮詰まりすぎるときが。その日のお客さんの数を予想して先にお皿に盛り付けておく。スムーズに提供するための下準備。見た目にもこだわっている。見た目も大事かってないかな。肉じゃがも同じく。具材一つ一つを丁寧に盛り付ける。吉田屋の名物といえばこれ。だしの効いた深い味わいの味噌汁に誰もが虜になる。作り方は企業秘密だが、今回特別に吉田さんが大切にしていることを教えてくれた。驚いたことに、味噌汁ではなく味噌汁に欠かせないネギの仕込みについてだった。これネギ合うよ。あんまり力強く切ったら水分が出てくけど、そのネギの種類によって違うけど、このネギは意外と水分が多い。ネギの匂いが強い。できる限り僕としてはあまり水分を出さないようにキロを減らしておくけど、ネギの匂いが味噌汁に移ってしまうからな。味噌汁を
最大限おいしくするためにネギの種類によって切り方を変えていたなんて誰が想像できただろう。弱火にかけた味噌汁がふつふつと湧いてきた。タイミングをうかがう吉田さん。一瞬を見逃さずに火を止め、透き通るまでしっかりアクを取る。丁寧に丁寧に。向き合う姿は真剣そのもの。こうして名物の味噌汁が出来上がる。続いて副菜のマカロニの準備。何でも取り分けておくのは一人で営業しているからこその工夫。数時間先の自分への投資だ。開店まであと1時間半。こちらは名物のおでん。継ぎ足し作られるコク深い味わい。毎日食材を取り出してから沸かし、きれいにアクを取ることで継ぎ足しでも澄んだ出汁になるという。見えないひと手間がおいしさにつながる。ここで意外な事実が判明。吉田屋で一番最初に朝ごはんを食べていたのは吉田さんでも常連さんでもなく、まさかの熱帯魚たちだった。ご飯が炊けた。しっかり浸水させてからガスで炊くご飯もお味噌汁には欠かせない。あっという間に開店5分前。吉田さんも準備万端。外に出てみると常連さんが一人また一人と集まっていた。開店ですと。いよいよ開店。店内すべての電気をつけてシャッターを開ける。いらっしゃいませ。開店と同時に続々と注文が入る。ここからは戦場だ。吉田屋のメインはおよそ15種類。早い時間はサバの煮付けやハムエッグが人気だ。味噌汁が貝汁や豚汁に変更できたり、ほうれん草やきんぴらなどの小鉢が7種類あったりと、
メニューの組み合わせは数えきれないほど。そのすべてを調理しながら、注文を聞いて、配膳をして、会計や片付けまで、すべてを吉田さん一人でこなしていく。それを成し得るのが事前の準備とこの流れるような動き。一切無駄がない。ダメ。あ、ちょっと待っててくれ。ピークの時間にはお客さんを待たせることもあるが、一組一組丁寧に向き合う。いらっしゃいませ。定食の生卵は卵焼きや目玉焼きに変更できるのだが、忙しい中でこれがまたひと手間。それでも続けるのはやはりお客さんのためだという。そんな吉田さんの思いはお客さんにしっかり届いていて、一つ気づいたことがある。ほとんどの方が最初に味噌汁を味わい、飲んだ後、あーと必ず漏らしていた。抜かれると思って女が指を用意した女でも用意してもらってると思って思わず笑顔もこぼれる。こちらはセルフのおでん。定食が来るまでの贅沢なつなぎ。お店のインスタグラムを始めてからは写真を撮るお客さんも増えている。生卵もこだわりの地元産。これやっぱこれだよね。コクがあって美味しいと評判。もう一回これ。ピークを過ぎお店が落ち着くと、片付けをしながらもお客さんとのコミュニケーションを欠かさない吉田さん。お会計の時も自然と笑顔がこぼれる。そうですか。はい。どうも。ごちそうでした。いただきます。ありがとうございます。閉店に向けて片付けをする姿がなんだか少し寂しそうで、たまった洗い物が忙しさを物語っていた。この日の営業は終了。お店を閉めると休む間もなく掃除が始まる。洗い物は食洗機にお任せ。吉田さんの大切な相棒。調理器具はすべて手洗い。今度は調理台を磨き始める吉田さん。調理場も隅々まで磨いていく。
カピカにリセット。これを毎日欠かさず行っている。今度はレンジ。冷蔵庫も下から上まで拭き上げる。あっという間に2時間近くが経っていた。片付けが落ち着くと今度は仕込みが始まる。この日よく出たメニューを補充。これはいい。これサバ煮つけです。続いて焼きサバ。フライパンで4枚ずつ焼いていく。焼いている間にマカロニ用のハムを切って頃合いを見てひっくり返す。この絶妙な焼き加減は長年の感覚だ。今度はきゅうりを切りながら火加減も調節。煮付けも忘れずに。サバが焼き上がった。取り出すのかと思いきや、今度は角度を変えて焼いていく。3回ほど角度を変えて、全体に金色の焼き目がついたら完成。この工程を何度も繰り返す。こちらの白菜漬けにも吉田さんならではのこだわりがあった。まずはサイズを揃えていく。まんべんなくこう混ぜてやらなさ。色味のバランスも整えていく。最後は誰もが食べやすいよう一口サイズに切り分けて、これで完成。一皿170円の白菜漬けにもこれだけの手間をかける。煮て、焼いて、切って、洗って、乾いたお皿を所定の位置に戻す。洗い場もきれいにリセット。流した後に水気を拭くところが吉田さんらしい。厨房がピカピカに保たれていることにもうなずける。朝の仕入れから12時間が経った。厨房での作業が落ち着くと今度はレジ締め。気づけばこの日
吉田さんが座ったところを初めて見た。密着はここで終了。吉田さんはこの後仕入れに行き、落ち着くのは毎日18時頃とのこと。最後に吉田さんが仕事で大切にしていることを聞いてみた。一生懸命でしょ。一生懸命作るとはね、仕込みも掃除も接客も同じ時間1時間やるのもダラダラする1時間と一生懸命する1時間じゃちょっと違うと思うんですよ。思うでしょ。で一生懸命やる1時間は何かを得るんですよ。でダラダラやってる1時間は結局は何も得ずに1時間が過ぎていくけんが、一生懸命やる1時間を目指して毎日やってる。1時間1時間1時間。そこでしょ。そこだと思うけど、どうせやるのは一生懸命と。一生懸命やらないとお客さんは感じてくれないよ。中途半端に作ってもやっぱりなんかやっぱ伝わって美味しくなく感じるのかもわかんないし、 100% はいかないですけど、それに向かってやってます。味噌汁作るときはね、一生懸命じゃなくて超一生懸命、絶対間違わないように作ります。難しいんだよな、味の付け方とかね。ちょっとした加減でね、味が変わる。何事にも全力で向き合う吉田さんの楽しみは。楽しみはやっぱお客さんの笑顔か、それですね。なんかシュンとして帰ってもらう人とか、美味しかったって言って帰ってるのを、ありがとうって言ってくれるお客さんがね、どんどん増えてくれれば、それを目指して頑張ってます。今のところは。吉田屋のおいしい食事にはたくさんの思いが詰まっていた。こうして吉田さんの一日は終わり、また一生懸命な明日が始まる。少し霞がかる朝に、どこからか鳥の声がする。草木に下がる小さなガラス玉、濡れた道路に朝日が眩しくて、朝の風景、予定時刻のバスを待ってる。閉じたままのつぼみはまだつぼみのまま、今日が始まる。大事だって抱えているものが、重くなって煩わしくもなる。微粒子みたいな小さな黒い玉、痩せたため息と
閉じたままのつぼみはまだ花開く時をじっと待ってる疲れた街の綺麗な風景予定より遅いバスに揺られてる閉じたままのつぼみはまだつぼみはまだ春を待ってるいつも通りの場所でさ